こんにちは、ゆうかです。今日は香川県の高松に来ています。これからずっと気になっていたジャンボフェリーあおいに乗って神戸までの海の旅を楽しんでいきたいと思います。このジャンボフェリーあおいはフェリー好きの間ではかなり話題の船で、瀬戸内海に浮かぶテラスリゾートとも呼ばれているんですよ。船内の設備もすごく充実していて、ただの移動だけじゃなくて乗ること自体が旅の目的になるような、そんなフェリーなんですよね。ということで今日は海の上で過ごす特別な時間をたっぷり楽しんでいきたいと思います。早速中に入ってみましょう。じゃーん、ここがジャンボフェリーの高松ターミナルの乗り場です。私は事前にウェブからチケットを購入したので、メールに届いた QR コードをかざすだけで乗船できるみたいです。なのでチケットの引き換えとかはいらないみたいですね。じゃーん、ジャンボフェリーあおいがいました。名前の通り青いラインが入ってて可愛いですね。それじゃあ早速乗り込んでいきましょう。ちょっと時間がないので急いでいきます。メールアドレスを事前に登録していなかったようで、ちょっと入力に時間がかかってしまいました。急げ。待って、あそこの階段登るのかな。やばい。今日はキャリーバッグで大荷物だからめちゃくちゃきつい。頑張るか。ボーディングブリッジ階段は初めてだ。いてててて。確かに長距離フェリーじゃないからキャリーバッグで来る想定はされてないですよね。私は旅行続きだからキャリーバッグなんですよ。QR コードお持ちですか？お持ちです。はい、じゃあすみません、こちらでお願いいたします。はい。なんとか間に合ってよかった。こんにちは。今1階にいるんですけど、エレベーターで2階まで上がっていきます。階段もあるんですけどね、ちょっと大荷物なんで。わー、すごい。初めてのフェリーで新鮮。こんな感じの雰囲気です。後でまたゆっくり船内探索に来ようかな。今一旦お部屋に荷物を置いて4階のテラスにやってきました。あと数分で出港なので出港を見届けたいと思います。おー、全体的に綺麗ですね。まだ新しいフェリーだからかな、雰囲気がすごくいいです。すごい。フェリー何回も乗ってるのに初めて乗ってるような感覚。おしゃれすぎない？すごいな。やばい、今日日差しが強い。暑い。暑すぎて手で仰いじゃった。お、フェリーがゆっくり動き出しました。バイバイ香川、楽しかったよ。また来るからね。真っ昼間にフェリーに乗ってるから海が輝いてる。キラキラだ。皆様こんにちは。ようこそジャンボフェリーへ。この船は瀬戸内海に浮かぶテラスリゾートあおいです。小豆島坂出港を経由して神戸に向かいます。無事に出港も見届けられたので、今日私がお世話になるお部屋を紹介してみたいと思います。私のお部屋はここの 3B の先を抜けたこの309のお部屋になります。じゃーん、ここがのびのびバルコニー個室です。お部屋の中はこんな感じになっていて、部屋の中にはクッションが
ことそこに3つあって、あとは結構シンプルな作りになっていますね。でもここにバルコニーがあってすごい特別感があっていいですね。私バルコニーがついてるフェリーは初めて乗るかもしれない。後でまたバルコニーに出た感じも紹介していきたいと思います。それじゃあ早速ですけど船内探索も行ってみましょう。まずフェリーの入り口のエントランスはこんな感じです。やばくないですか？もうおしゃれすぎる。左手にはキッズスペースがあるんですけど、子供にしてはちょっと大人すぎません？そして入り口の横にはこんな感じで売店があります。売店にはいろんな神戸のお土産だったり、あとはジャンボフェリーのグッズが売られたりしています。めっちゃ可愛いこのポストカード。全部買いたくなるな。見て見て、すごい。ピアノがピアノ弾いてる。そして売店の横にはビールだったりおつまみなどが売られているカウンターがあります。まあ今はねまだ船内探索中なので後でまた来たいと思います。ジャンボフェリー葵には私の今日のお部屋みたいな個室タイプの部屋もあるんですけど、こういう自由席タイプの部屋もあってこんな感じの雰囲気になっています。全然こっちでも過ごしやすそうですね。船内マップはこんな感じになっていて、地下1階と1階が車両用スペースになっていて、2階から4階とそして屋上が乗客の過ごせるスペースになっています。私が利用している個室以外にもいろんなプレミア席があって、これも後でまた紹介したいと思います。こっち側に行くとこんな感じで改札みたいなのがあって、これはプレミア席を買っている人だけが入れる改札なんですよ。すごい電車みたいで面白いですね。それじゃあ早速 QR コードをかざして入ってみたいと思います。おお、入れた。ここの専用エリアにはコンフォートリクライニング席とのびのびロフト個室があります。あとペット専用エリアもありますね。この中にワンちゃんがいるのかな。ここにはカフェラウンジこまめがあるんですけど、こんな感じで誰も人がいない、ここもおしゃれな空間になっています。あ、私いる。イエイ。そしてここがプレミア席専用のフォワードデッキ風のテラスです。ちょっと外に出てみましょう。おー、風が気持ちいい。こうして船首側からの景色を独り占めできます。すごーい。こんな真ん前から見ると船が早く進んでるように感じる。面白いですね。やばい、めっちゃ綺麗だよ、見て。すごい景色めちゃくちゃ綺麗だったな。そう、ここのフェリーには何といっても一つびっくりポイントがあって、それがここの雲の湯なんですけど、ここには大浴場とあと足湯があるんですよ。足湯あるのすごくない？この先は海のテラスといって景色を眺めながら足湯に入ることができるんですけど、今は先客がいるのでまた後でじっくり来て紹介したいと思います。まもなく坂手港の小豆島に着岸します。神戸港で降りる私たちはここでは降りられないんですよ。なのでこっそり覗いてます。すごい恐竜が住んでそうな山だね。小豆島は私来たことがなくて、ずっと小豆島って読んでたんですよ。今度ちゃんと来て観光してみたいな。小豆島に着岸しました。この島を経由してこの後は神戸港に向けてまた出港するみたいです。今人が誰もいなくなったので念願のフェリー足湯入っていきたいと思います。じゃーん、おお、すごい。フェリーの上とは思えない。すごい感動。気持ちいい。
あったまる。すごいな。海の上に浮きながら足湯、不思議な感じで楽しい。私自称フェリーオタクなんですけど、これにはびっくりですね。足湯からの海が目の前にあります。いや、すごくないですかこれ。足湯もあったかいし眠くなっちゃうねこれ。フェリーによくある展望浴場は大浴場に窓がついていて景色が見えますよっていう感じなんですけど、それはだいたい夜に入るし、あんまり景色がちゃんと見えなかったりするんですよ。でも今回は14時発だし、こうして景色をバッチリ見ながら足湯に入れて最高です。神戸までずっとここにいてもいいんですけど、それだとさすがにプレミアチケットがもったいないから一旦出ます。見てください、ここの床、東京タワーとかにあるさ、真下が覗ける床になってる。すごい、海が見える。乗船から1時間半くらい経って結構お腹が空いてきました。やっぱり香川といったらうどんなので、うどんとか食べれるところあったらいいな。あ、こんなところに船ピッピうどん専用席がある。やったね。ここでうどん食べていこう。じゃーん、さぬきレモンうどんを注文してみました。めっちゃ美味しそう。それじゃあいただきます。いや、これは違うんですよ。私はビールは人間用廃屋と仰いでいるので、一旦給油させていただきました。あと山地のエビッシュというのも頼んでみました。かわいい。プリンプリンのエビが入ってる。同じ航路を走っているジャンボフェリー立林という姉妹線もあるんですけど、今日はあえてこっちの青いを狙って予約してみました。実は今食べてるこの山地のエビッシュもジャンボフェリー青いでしか購入できないんですよね。立林と青いによってちょっと買えるものが変わったりするらしいです。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。次は3階の散策をしていきたいと思います。それじゃあ3階に上がっていきます。じゃーん、3階はこんな感じになっていて、私のお部屋がある階です。ここの扉から展望デッキに出ることができて、そして奥に進んでみると、ここには自販機コーナーがあります。見て、うなぎ売ってる自販機があるよ。やば。このスパイシーハンバーグカレー、私この間オーシャン東急フェリー食べたやつじゃない？めっちゃ似てるな。そしてさらに奥へ進んでいくと、じゃーん、ここにはゲームコーナーがあります。せっかくなのでやっていきましょう。見て見て、ここのワンちゃんかわいい。これ狙ってみよう。うわ、1回200円か。高いな。でも取りやすいってことかな、その分。引っかかった。うわ、最悪。恐れたことが起きた。次で絶対取ってやる。お願い。やばい、全然取れない。やばいやばいやばい、どうしよう。お願い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 。ガビーン。全然力ないじゃんこれ。ガビーン、何も取れませんでした。悔しすぎて2000円も使っちゃった。ショック。
ここの 3C のエリアはのびのび席アネックスって言うんですけど、こんな感じでゴロンしながら過ごせるところになっています。でもほとんど人がいないですね。というか一人もいないな。2回目の足湯に来ました。やっぱここが一番気持ちよくていいですね。ビール飲んだ後の足湯は気持ちいい。少し日が落ちてきて寒くなったからこれちょうどいいな。今回2便を取ってみたんですけど、その理由が夕焼けをどうしてもフェリーの上から見てみたくて、さっき展望デッキに行ってみたらめちゃくちゃ綺麗な景色が見れたんですよ。深夜便とかもあったんですけど、私は断然2便をおすすめします。景色がねめちゃくちゃいいです。あとみんな意外と足湯に興味ないのかずっと空いてるんですよ。今んとこずっと貸し切り状態です。ラッキー。出港から2時間40分経って、今はハリマナナの中心部分にいます。この後明石海峡大橋も通るんですよ。お昼に見るの初めてだからめっちゃ楽しみです。ということで次は光のテラスというところに行ってみたいと思います。ここのさっき来た風のテラスの階段を上に上がっていきます。じゃーん、ここが光のテラスからの眺めです。おー、一番高い。見てください。千尾川の西日がすごい輝いてて綺麗。すごい気持ちいい。お、明石海峡大橋だ。すごい、めっちゃ綺麗。今日は初めてお昼に見える、やったーって思ってたらあっという間に日が暮れちゃいましたね。この明石海峡大橋は曜日や時間によってライトがついたり消えたりするんですけど、今日はついててよかったです。確かここのライトの色も変わるんだっけ。お、もうすぐくぐるよ。おー、明石海峡大橋の真下なう。明石海峡大橋見てきました。めちゃくちゃ綺麗でしたね。さっきここのベランダからも見れてすごく綺麗でした。ということでこのベランダも出てみましょう。じゃーん、ベランダはこんな感じになっています。座って見れる用のチェアが2つと、あと夜景がめちゃくちゃ綺麗です。あ、レインボーになってる。神戸の夜景すごいな。あ、フェリーだ。ヤッホー。何のフェリーだろう。あっちから見たこっちのフェリーもこんな感じでピカピカしてるのかな。すごい。夜景が綺麗すぎてずっと景色を見ていても飽きないですね。いやー、でも正直失敗したかもな。ここの部屋がのびのびバルコニー個室なんですけど、他にもいっぱいくつろげる部屋あったし、船内の設備も充実してたから、こんなに贅沢な部屋じゃなくてもよかったかもな。このフェリーで一番高いお部屋を予約してしまったんですよ。もったいなかったかな。ジャンボフェリー葵には9種類の座席があるんですけど、自由席以外は全部プレミア席なんですよ。こんな感じで書いておくので、気になった方はぜひ一時停止して見てみてください。ジャンボフェリー葵は前からずっと船内設備がすごいっていう噂は聞いてたんですけど、本当にすごいですね。今までで一番長い船内探索だったかも。あと私の大好きな瀬戸内海航路だから揺れも少ないし、すごい穏やかな航海で最高です。
あと他にも船泊プランっていうのがあって、船内で1泊できるっていうプランがあったんですけど、それもすごい気になってるんだよね。乗ったことある人はぜひどんな感じだったかコメントで教えてください。なんかこんな格好してるとすごい偉そうだな私。全然お願いします。教えてください。あと30分ぐらいしたら神戸港に着岸するので、私はもう少しこの個室で元を取りたいと思います。あとおよそ15分ほどで神戸港に到着いたします。どなた様も手荷物を整えて下船の準備をお願いいたします。まもなく神戸港に着岸します。最後に売店に行ってじゃん、5000円をゲットしてきました。さすがジャンボフェリー青いですね。これとあと今回もキーホルダー買ってみました。かわいい。神戸港に到着しました。ここは前に宮崎カーフェリーに乗った時と同じターミナルですね。懐かしい。いやー、ジャンボフェリー葵は前からずっと気になってたんですけど、やっぱり設備が想像以上でしたね。なんといっても足湯がすごかったです。本当はずっと入ってたかったんですけどね、それだと他の人に迷惑かかっちゃうし、足がヨボヨボになっちゃうので諦めました。ジャンボフェリー葵は値段も結構リーズナブルだし、あと時間も今回5時間ぐらいでそんなに長くないし、緩みも全くなくて、フェリー初心者の方とかフェリーデビューの人にすごいおすすめなフェリーだなって思いました。あと船ピッピのうどんもすごい美味しくて、私が選んだ讃岐レモンうどんは一番人気だったらしいんですよ。香川県らしいご飯も食べれて大満足な旅になりました。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。